左右を攻撃できるまで待つ。それ以降では壊せないものを事前に処理する。これだけの話ですね。はい、こんにちは。今回の動画はね、解説動画になります。ファントムキャッスル全パーツを破壊する方法を学べる動画というテーマでやっていきます。動画の流れはね、大まかに言うと、3機体のね、実演を交えた解説で要点を把握すると。実際にプレイするときね、パターン構築とかするときの要点ですね。何を知らなければならないのか、そっからどう考えて実際どこを練習するか、みたいなことがわかると思います。その後ね、おまけというか、そういう考え方のね、適用例として残りの6機体でもね、全破壊実演を見せます。全部ね、同じ考え方でできるのがわかると思います。ステージとね、解説用機体です。使用ステージはね、CS モードのトリポロペス。これはね、ファンキャスボス戦だけのミッションですね。それとアーケードモードのゾーン F のボス戦をレジェンドで進んだ場合を見てみます。ゾーン F のボスがファントムキャッスルですね。解説に使用する機体ですが、まず村雲ですね。これは CS モードでしか使えない新機体ですね。5択はいいからさっさと結果が欲しい人用に最初にしました。それからね、ファンキャス全破壊の基本的な把握事項をセカンドのプレイで解説します。CS モードやってる人にはね、見慣れてる機体だと思うし、例に漏れずファンキャス壊すのも話が簡単なので、基本的な要点のね、解説プレイとして採用しました。そしてね、3つ目に基本を深掘りした全容把握というか、実践への発展編としてね、いろんな意味で標準的な機体であるレジェンドのプレイでね、解説します。レジェンドはね、トリポロペスのプリセットですね。プリセットってのはゲーム側からそのミッションで使えって指定されている機体のことで、このミッションではレジェンドなんですね。CS モードはね、プリセットキーを使わないとランキングに乗れないし、ストーリーのね、要所のプリセットはね、レジェンドになってることが多いですよね。曲、ホース、リア、8杯とかも全部レジェンドですね。何かとね、入り用になるレジェンドのプレイを使ってね、要点の全体を把握していきましょう。1、2、3の順でね、解説していきます。ではね、早速第1部として村雲ですね、特別例ですね。お前の話は長い、さっさと俺様にピースデストロイヤーを取らせろこのバカチンがって人もいると思います。なのでね、早速実演いきます。強化設定はね、どうでもいいです。アームはね、5つもあれば十分ですね。ではスタート。はい、村雲によるパーツ全破壊の実演でした。作業内容はね、バーストインパクト、バーストボタンを押してね、2秒くらいでふわっと光るエフェクトがかかるから、その後ね、ボタンを離すとスカーンって爆発するやつですね。これをね、パーツの多そうな場所めがけて連打するだけですね。要点ってほどでもないんだけど、タイミングとかはね、一切測らなくていいです。ずんどこ数打つだけですね。それと前に出ない方がいいですね。CS モードはね、画面が狭いので、ファンキャストがでかいやつだと、一部のパーツがね、画面の外にね、見切れてしまうことがしょっちゅうあるんですよね。画面内に入っていないパーツって攻撃しようがないので、基本的にダメージが入らないんですよ。時期がね、前に出ちゃうと、ファンキャスがね、後ろに下がっちゃうんですよ。そうするとね、後ろの方のパーツとかが画角に入っていないから、ダメージが入らなかったりするんですよね。なので、左の方に張り付いてね、撃ってればまあ大丈夫でしょう。村雲のね、この全パーツ破壊例はね、ちょっと特殊です。村雲ならではのエグゼクティブな壊し方なんですけど、とにかく簡単でしょ？これはね、覚えておくといいことがあるんですね。それはね、簡単に短時間で CS モードのね、ポイントをね、稼げるってことなんですよね。ポイントってのはね、別の機体とか強化アイテムとかを買ったりするお金ですね。そのお金をもりもり稼げるんですね。例えば今の例を見てみると、左上のね、画面で中段に白い数字で 12,800 ってあるでしょ。これが今回のプレイ代金なんですよ。それに対して右下の画面のね、一番下のゲットポイントってところに 73,285 って数字が書いてあるでしょ。これが収益なんですね。
収益からプレイ代引くと利益になるんで、それがだいたい6万ですか。たった1分半で6万とか稼げるんですよ。結果だけ欲しい人でもね、この後本編解説見ようって人でも、村雲はね、絶対知っておいた方がいいです。俺はね、知らずに曲をクリアまで行きました。今考えるとすっげえ容量悪かったなって後悔してます。ということで、結果だけ欲しい人はここまでですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではさようなら。はい、続いては2時間目ですね。第2部基礎編です。使用機体はセカンドですね。使用頻度がね、高いこの機体は、ファンキャス剥がすのも話が簡単なんですね。説明する上でも便利なので、基礎編の機体となりました。強化設定ですね。ショットとボムを最強にする。アームはどうでもいいです。避けるのに自信がなければ20個くらいあればいいんじゃないですかね。26,000円くらいですね。ではね、早速ファンキャス戦の流れなんですけど、ファンキャスはね、上下左右前後の6面に計26個のパーツがあるんですよね。これを普通に壊してると、途中でね、全部投げ捨ててしまって壊せなくなるわけですね。いわゆる脱衣って状態ですね。そこでバランスよく壊しましょうなんて言われたって、言ってることがね、ぼやけすぎててよくわかんないですよね。そもそもそれだとなんかうまくいかないから今この動画を見てるわけです。そもそもね、そんなざっくりしたもんはね、攻略どころかアドバイスにすらなってないです。受験生にね、英語と数学が大事とかね、毎日継続した家庭学習が大事とか言ってるくらい、聞き飽きた時間の無駄で無益の極致ですね。運動すれば痩せる、食わなければ痩せるみたいなアドバイスと同じで、全く存在価値がないですね。内容が薄い、攻略として弱いから、もっと詳しくってのがね、聞いてる人の本音だと思います。この動画をね、作ってる俺もそうなんだけど、いろいろ壊してみたりね、他の人のプレイだけ見てても、手順の規則もよくわからないし、できたところでね、せいぜい意味もわからず、作業のトレースしかできてないっていうのが関の山でしょ。劣化コピーみたいな、なんかもやっとした何かにしかならないみたいな。なのでね、そういうね、劣化コピープレイからもっと自分でね、パターンを組みたいとかっていった感じに、プレイ水準をね、上げたい人は、要点をね、抑えること、理解する、把握するを意識して、この後の話は聞いてくださいと。まずね、ファンキャス全破壊の基本として把握しなければならないのは2点なんですよ。まず1つ目に左右のパーツはね、最初攻撃できないってことですね。その対策として攻撃ができる横を向くまで待つ必要があるってことなんですね。それから2つ目、最重要キーパーツは背面のね、内部倉庫2つということですね。これはね、ファンキャス破壊の象徴的なパーツなので、基本編ではね、この左右パーツと内部倉庫の2つの処理を抑えましょう。壊したら脱衣し始める破壊 NG パーツがあると仮説を立てるのは誰でもやると思うんだけど、探すのだるいですよね。なのでね、この背面の内部倉庫2つがそれに当たると覚えてください。そしてね、壊していけないのだけど放置もダメなんですね。めんどくさいですよね。なぜならね、背面のね、内部倉庫2つは脱水回転中に壊すパーツで、脱水回転中にはね、攻撃が当てづらいパーツなので、壊れやすくするために事前にダメージを入れておく必要があるからなんですね。とは言っても、こんな文字だらけで説明されてもよくわからないでしょ。それに左右パーツだとかさ、背面内部走行とか、あんまり聞き慣れない表現されても、しっくりこないと思うので、実際の画面をね、使ってもう一度見てみます。これはね、当動画のね、表現説明図ですね。これはね、ファンキャスが逆さまになって、背面をね、左側、磁気のいる方に見せている状態ですね。パーツはね、色で見るとわかりやすいと思う。左右パーツってのは黄色の丸で囲まれた部分ですね。ここはね、最初のじゃあ攻撃できない部分なんですよ。爆発的なね、大火力のセカンドで一気風にぶっ壊しに行っても、結局ね、画面から見切れてるパーツ同様にね、この左右のパーツは攻撃できないから、これを壊す前にね、下手に他のパーツをずんどこ壊しに行くと、全破壊する前にね、こういう壊せていないパーツを含むいくつかを脱衣されてね、全破壊結局失敗してしまうっていう流れになっちゃうんですよね。この左右パーツに対する対策は横を向くまで待つということですね。つまり本気で攻撃するのは横を向いた後ってことです。それまで好き勝手に攻撃してはいけません。このことがね、パーツを全破壊する要点なので覚えておきましょう。いつまで待てばいいのかというとね、攻撃できるようになるのはね、5ターン目です。ターン数なんか覚えなくていいですよ。画面見ればわかるようになります。説明のためにね、便宜的にね、ターン数って言葉を使って話してるだけですね。ファンキャスはね、ほっとくとね、まず正面向いてるんですけど、それから2ターン目にね、上部を向けてくるんですよね。同じようにして3ターン目で背面、4ターン目で正面、5ターン目で横の順でね、向きを変えていくんですね。この画面はね、背面ですから3ターン目。そして左右パーツを攻撃できるのは横を向く5ターン目ってことになります。この後のね、実演でね、背面だの、横向いただのテロップを入れますので、そこでね、視覚的に見て、いつ作業するのかが分かれば十分ですね。覚える必要はないです。はい、ここまでは大丈夫でしょうか。ではね、それを踏まえた上で話を進めたいんですけど、横を向いた後でね、全開で攻撃しに行っても壊せないパーツがあるんですね。それが背面の内部倉庫2つですね。緑の丸で囲まれた部分です。この背面のね、内部倉庫2つはファントムキャッスルのパーツ全破壊パターンの象徴になる最重要パーツです。まず左右パーツを攻撃する前にこれを壊すと脱衣し出すので絶対に壊してはいけません。そしてね、厄介なのが放置しててもダメなんですね。
横を向いた後にこの内部倉庫を攻撃して壊せるのは脱衣回転中になるんですよ。しかし脱衣回転中は内部倉庫を2つにね、攻撃が入れづらいんですね。なので、事前にダメージを入れて壊しやすくしとく必要がある。つまりダメージ調整が必要になってくるってことですね。この内部走行へのダメージ調整こそが自分が使っている機体や強化条件におけるファンキャス全破壊で練習する点になるわけですね。赤丸、青丸で囲まれた部分は外部走行、中央走行と呼んでいます。この赤と青は横を向く前に壊していい場所です。というか、赤を壊さないと緑を攻撃できません。左右パーツである黄色を攻撃できるようになる時を待つ間に、赤と青を壊して緑にある程度のダメージを入れておく。これがね、ファンキャス全パーツ破壊における基本の作業になります。はい、では文字だらけの画面に戻って見てみましょう。把握点がね、大体理解できるのではないでしょうか。このね、把握事項はね、第3部のレジェンド編でも使うファンキャス全破壊の原則になる部分なので、絶対に理由と行動を理解してください。ではその辺踏まえてセカンドによる全破壊の実演スタート。
はい、では次に進みましょう。3時間目ですね。第3部発展編レジェンドです。バースト機代表トリボロペスのプリセット機体ですね。実演動画の強化設定なんですが、これはプリセットなのでね、設定そのままですね。アーケードモードでは、これね、ゾーン B から行くか C から行くかで話多少変わるんだけど、どっちで行っても、まあゾーン F のボスに行く頃には、パワーアップがね、ウェーブには届いてるかなぐらいにはなってるってことで、ウェーブのね、最弱段階でのプレイにしています。そして追加把握事項ですね。視点としては、横を向いた後にね、壊しやすくする狙いを考えましょうということですね。ここではね、基礎編の2つに追加して3つほど把握する点を挙げます。まあ基本編のね、セカンドみたく広範囲にね、爆発的な火力をゲージもなしでブンブン振り回せる強い機体ばかりではないので、横を向いた後に壊せない場所も背面内装以外にも出てきてしまうんですよ。まあ正確に言うと、一般的な機体だと火力が足りないから壊すのが間に合わないって状況に陥りがちなんですよ。それをどう打開するかというより実践的なね、話になります。ちょっと読み上げていきましょうね。まず途中で壊していい場所を増やすですね。これはまあ大体の人が思いつくところだと思います。ただそうは言ってもね、探すのめんどくさいだろうし、いろいろやりようがあるんだけど、わかりやすくね、確実に逃げられない大丈夫な方法を提示しておきます。壊していい箇所として、ざっくり2つ追加して覚えてくれればいいです。真正面の上半分全部。下部のビーム発射走行の2つですね。はい、また独自表現が入ったので、これもちょっとね、絵を出していきましょう。まず緑と赤はね、基本編で触ったものですね。赤の出っ張りはセカンドだったら、壊しても壊さなくてもいいんですけど、他の機体だったらね、壊した方がいいです。赤の外装中間装甲を壊して、緑の内装を壊さずにダメージをだけ入れるっていうのは、基本編でやった通りで、今回のレジェンドも同じです。それに青と黄色を追加しましょうという話ですね。青は正面から上半分全部で、正面の大きな外装の中にも1個隠れていますが、それも壊して大丈夫です。それから分かりづらいのが黄色ですね。設置バーストを当てると、ゲージが回復できるビームを打ってくる赤い模様が2つ入ってるパーツなんですけど、アングル的にちょっと見えないですよね。なので2回目の正面を向いたとき、4ターン目ですね。そこだけ壊すので実演プレイを見て把握してください。ではね、文字での解説画面に戻ります。空白の行のね、下に進みます。破壊 NG パーツ全体に対するダメージ調整をする。さっきはね、背面内装2つだけだったんだけど、今度はね、今の絵で赤、青、黄色以外のね、壊さない部分にもダメージを入れておけということですね。これもね、横を向いた後に壊しやすくするために大事な点ですね。やることが増えて忙しくなります。それから3つ目。本体へのね、打ち込みを利用するという点ですね。まあ、バースト機なんかもそうなんだけど、ゲージを使わないとね、火力が貧弱な機体が結構あります。だからといって、破壊できるパーツを打っていくだけで、都合よくゲージを回復できるかといったら、それもまたね、現場では難しいんですよね。なので、途中で本体だけを打って、ゲージを回復していくこともパターンに組み入れろってことですね。それにバースト3機だったら、途中で本体に打ち込んでいないと、脱衣後のね、最初のターンでファンキャスのバーストを引き当てても、カウンターバーストで殺せなかったりするので、点数を考えるんだったらね、途中の打ち込みはマストの作業になりますね。以上がね、ファンキャスのパーツ全破壊を実践する上で押さえておく要点の全容になりますね。これらのことを、この後のね、実演プレイ2つでしっかり理解しましょう。準備はいいでしょうか？ CS モードとアーケードモードで2本立て続けにいきます。それではスタート。
はい、では要点全体のまとめですね。この動画はね、このまとめ部分を理解してくれれば合格です。失敗するね、主要因はまず左右攻撃できるまで待っていないことですね。左右攻撃できるようになってから本気を出すのが正しい手順で、最初からバランスよく破壊するとかではないんですね。それから重要なキーパーツである背面内装2つの扱いが分かっていないんですね。安易に壊してしまうとか、壊さなくてもダメージを入れていないとかですね。それから一般的な火力で現実的な破壊をするために、最初にね、真正面とか上半分も壊しておくことですね。さらに残す部分全体にも軽くダメージを入れておくこと。その際ね、本体だけへの打ち込みも火力のためのゲージ回復に利用することですね。この要点を踏襲してパターンを組んでいくのがファンキャスのパーツ全破壊の手筋になるんですよね。前述のね、村雲だろうがセカンドだろうが、この後の6機体だろうが、全部この考えにね、乗っ取ってできるんですね。じゃあ最後にね、第4部として一般化参考編です。4時間目です。解説に使ったね、3機体以外の残りの6機体で同じ考え方でやってみます。順番はね、オリジン、ガイデン、ジェネシス、ネクスト、フォーミュラ、アサルトでいきます。強化設定はね、ショットボムが最強でアームは適当ですね。前述のね、3機体はね、解説リファレンスなので、弾先をちゃんとやったんだけど、この後のね、6機体は被弾を構いなしでプレイしてます。目的はね、第3部までに言った要点にのっとって同じ考え方でね、全パーツを壊せるのを見せることなので、点数のためにね、倍率を気にする人はちゃんと避けてください。ではノンストップで6プレイスタート。